わけで、おはようございます。これ11日目、12日目ぐらいだと思うんですけど、これからこのクレッセント号っていうのに乗って、アトランタに向かいます。アトランタは、ですね、こっから900キロとかかな、12、3時間かけて向かいます。このクレッセント号自体は、このアトランタじゃないや、このニューオーリンズが始発で、これでニューヨークまで行くみたいです。ニューヨークまではなんか2200キロぐらいこの線路が続いてるみたいですね。そこまで行くと30時間以上かかっちゃうんで、僕は途中のアトランタで1回降りることにしました。というわけで、これからアトランタに向かいます。クレッセント号の中に乗りました。やっぱちょっとサンセットリミテッド違うんですね。新幹線みたいになんか大体どれも同じかと思いましたけど、内装がだいぶ異なるなという感じです。やっぱシートが違うから当然なんでしょうけど、こういう細かいところもサンセットリミテッドとは違いますね。よいしょ。でもなんか大体全般的にこう足を置けるところはちゃんと長距離が前提だから、こういうのは備わってる感じですね。
ニューオーリンズから出て1時間半ぐらいですかね。ついにルイジアナ州を越えてミシシッピ州に入りました。ミシシッピ州の初めの駅はこのピカユーンっていう駅ですね。なんか何語なんだろうって感じの響きですけど、ピカユーン駅というところに来ました。ちょっとほとんど停車時間がなく、もうすぐ動いちゃった全然降りれなかったですけど、ミシシッピに入りました。完全な郊外駅ですね。なんか産業は何があるんでしょう。なんか全然よくわかんないですけど、なんか田舎っぽい住宅街がずーっと広がってて、土地がなんかふんだんにあっていいなっていうありきたりな感想しか覚えませんけど、ブラジリアン柔術の道場がすごい。ブラジリアン柔術は道場じゃなくてアカデミーって一般的に言うんですけど、いやでもミシシッピに来ましたね。That's why I'm trying to tell you that's how our car must have had got towed because I usually when we parked our car there, you're supposed to call in where they couldn't see the camera thing wasn't stuff couldn't see when it was walking. You know, up the stairs making a transaction. So stupid. It's probably had been moving on those undercuffs. Like the CIA, I told you all this shit on there to the CIA informants. They do too. Like, you know, it's right about reading about him, it's right. He told us a lawyer friend when he was telling us.
ジアなニューオーリンズから出てミシシッピ州を抜けて、で今アラバマ州の一番でかい町ですね。バッキンガムじゃなくてなんかそんな感じの名前のところに来てます。アルバマ州は結構小さい町なので、もうこれでここが今町の真ん中ぐらいですけど、あと 3,4 時間したらもう次の、ジョージア州アトランタに向けて入っていく感じです。結構みんな長旅で疲れてるみたいで、外に出てタバコ吸ってる人とかいますね。ただなんかあれですね、サンセットリミテッドより全然ちゃんと時間通り運行してるみたいで、そんなに困んないから助かりますね。でなんかやっぱこれはちょっと街の特色なのかもしれないし、地域の特色なのかもしれないですけど、やっぱカリフォルニアからアリゾナとかテキサスを巡ってニューオーリンズまで行くときって、やっぱスペイン系、ヒスパニック系がすごい多くて、でやっぱその後のこっちの南部の方来ると黒人の人が乗客がすごい多くなりますね。やっぱこれも一つこの地域の特色なんだろうなというふうに思います。一つあるのがなんかサンセットリミテッドよりも停車時間が短いですね。全然停車時間が短くて、あんまりなんか人を降ろさせないようにしてる感じで、並んでる人が乗ったらもうすぐ出ますって感じになってます。サンセットリミテッドは1回止まったらなんかタバコ吸いに出る人とか、なんか売店に行く人みたいなの結構いたりして、駅の乗車時間、停車時間すごい長いかったんです。結構長かったんですけど、このクレセントは全然そんなことないですね。乗ったらもうすぐ行くから離れないでねってさっきも言われたんですけど、小さい駅だと乗るなって乗るなじゃない降りるなって言われたりとかしてました。降車するなと。時間通りに運行しようと思ったらそれが一番いいんでしょうね。というわけでこれから、数時間かけて、ジョージア州アトランタに向かってきます。いや今ですねアトランタ駅に着きました。今夜中の1時40分です。本当は夜の11時に着くはずだったんですけど、サンセットリミテッドと違ってすごい順調に行くなとか思ってたんですけど、全然そんなことはなくてですね、途中でなんか2時間ぐらい何の前触れもなく、何のアナウンスもなくですね、アムトラック止まっちゃったりして、結局11時着が今1時40分です。いやー、結局だから2時間40分遅れて、だから15時間ぐらい乗ってたのか。いやー、た
んまこいたくないですけど、アムトラックの旅疲れますね。毎回2、3時間遅れるのがデフォルトで、いやー最初なんかだって8時間半遅れましたからね。いやーもうこれはきつい。アムトラックでアメリカ一周しようとする人は、Oh really? It's closed? Wow. So did you use the elevator or? Okay, I see. Thank you. Sorry, miss. Hey, miss. It's closed. It's locked. Yeah, we have to go the other way. Are you kidding me? いや、もう夜中だから道がなぜか知らないけど閉まってます。もうよいしょ。こっちのエレベーターしか使えないみたいですね。アトランタ自体はすごいでかい街だと思うんですけど、駅はすごい、質素ですね、はっきり言って。アトランタって空港とか世界有数のでかさだったと思ってるんですけどね。僕も1回使ったことがあるんですけど、めちゃくちゃでかくて立派で、すごい驚いた覚えがあるんですけどね。成田なんよりももっとでかいと思って。駅はでもすごい質素ですね。ほぼ線路以外何もないと言っても過言じゃないです。ちょっとエレベーター乗れないな。今駅出ました。結構いろんな人並んでますね。これは今僕が来たのに乗ってワシントン DC の方に向かいたい人が多いんだろうなと思います。いやー着いた。ジョージア、アトランタ、ピーチツリーっていう場所にいるんですけど、ここ自体は特に何もないですね。もう飛行機のトランジットで来ただけだからよくわからないんですけど、ホテルはすぐ近くを取ってよかったです。もうすぐ2時になっちゃいますけど、この時間からタクシー拾ってどっかまで行ってたら、タクシー拾えない可能性があるし、夜中に歩き回るのはちょっとアメリカさすがに怖いですからね。でもやっぱ交通の要所って感じがありますね。インド並みに高速道路がいっぱい車線がありますね。いやー、日本国内だとなかなかこんなに車線がないから面白いですね、見てて。こっちで正しいのかな。てかあれだ、あそこにモーテル6って書いてあるやつですね。いや、すごい近い。これはめっちゃ近いです。いや、よかった、ここにしといて。アムトラックの駅に一番近いホテルにしたんですよね。もうなんか単純にアトランタはちょっと寄ってすぐ次の DC に行こうと思ってたんで、いや、よかった、すごい近いですね、これ。
すごい、こういうリアルなモーテル、僕アメリカのいわゆるモーテルって初めて泊まりますね。面白そうだな。すごい、本当にモーテル、絵に描いてるのモーテルですね。いやー、よいしょ。本当にモーテルってこんな感じなんだね。いきなりベッドがあって、でもキングベッドはでもちょっと、ね、寝るだけなら十分ですね。なんかアメリカの映画だといろんな場面でこうモーテルが出てくると思うんですけど、へえ、寝るだけなら大変十分な感じがします。でもこれで1万8000円ぐらいするのかな。そう考えるとやっぱりアメリカの、物価って高いですね。日本だと4、5000円ですよね。地方でこういうとこ泊まったら。いやもう1時、いや2時になっちゃった。寝ます。12日目が終わりました。お疲れ様でした。